いばあちゃんです。今日は金子のりこさんのお宅へお邪魔しております。旦那さん画家だったんで、この学区内に私の家がここね、教会はここで、こうしてやってるのはここに飾って、爆心地はここに、私の小学校が500メートル、城山小学校。新聞記者が私のとこ来たのは、その城山小学校の子供たちが在籍してる子が1500人いたって。生徒の中の1400人は原子爆弾でみんな死んだって。名簿を私もらってんのよ。その時在籍してた人が1500人で、1400人はその時かまあ分からんけど、とにかく1400人は亡くなってるんだ。1400人の名簿なんだよね。死んだ人の名前だ。1500人が名簿に載ってるんじゃなくて1400人だけ。あとの100人のは載ってる。ないない。長崎の市内に戦争でね、爆弾が落ちてやられるかもしれないって言って、私は父からも追い出されるように熊本ってとこに、だから生きてる。生かされているっていうことを特にこのとこ感じるわけ。そして疎開先のおじいさんのうちに行って、私たち家族4人、一番上の姉と私、この姉は疎開できない女学生、学徒動員で戦争の道具を作ってたわけよ。まだ女学生の1年生か2年生の姉と私と母だから4人だけが生き残ってるわけ。私もう今1人よ。私もうみんな死んだからね。だけど私はそうやってこうして生きてるけど、あれはつかめない人、生きてるか死んでるかを。あとの100人はどうなったかすらわからないってこと。まあ一部ではあるけど、だけど、他の人はまたどっかでつながってるかもしれないね。生きてる人いるよ。下級生で生きてる人知ってるよ。ただ同級生は知らん。結構大きな小学校。そうだね、1500人。コンクリートのもう最新の小学校だったみたいよ。で、高台で、ここが中心地で、平坦なところで中心。うちの小学校はちょっと坂道、城山小がお城の跡だ。障害物がないから、もろに光から何かはここの学校にはね。ただ夏休みだ。周りにいっぱい生徒たちのお家があるわ。学校には一部分ぐらいしかいないんじゃないの。なんかで来てるとか、先生たち。みんな学校に行かなければ自分の家にいる。自分の家にいて、振袖の子か。書いてあるこの子の。もう結局爆弾が落ちて家が壊れ、ここをバーンとこう割れたっておでこ。だけどお医者様もいなければ、治療のしようが全くこんなだから。だから3日4日、ここ塗ってもいなかった。じゃあ3日4日生きてたってこと？生きて、ここ書いてある。そして家が壊れてない田舎に行ったら、そこに前看護婦さんをしておりましたって言った人が、この人のここ塗ってくれた。結局はこの人はもう弱ってるわ。放射能浴びてるし、そしておばさまとおじさまのところにもらわれたような感じで原爆には。この人のお父さんとお母さんと弟たちは上海に行ってた。それでお父様はそこで会社の何かで事故かなんかで亡くなって、お母さんは日本に戻ってきて京都に住んでたらしい。そして原子爆弾が落ちたとお母さん知ってる。でこの子はおじさまとおばさまのところにいる。もうダメなんだろうってお母さんはすぐは長崎に来れなかった。だからそういうこと、この人のことはよく私分かった。これをね見た少年がいるわ。こう通りがかって。持っていく時に誰かが、うちのまだ爆弾にも合ってない振袖があるから着せようと思って着せた。そうみたいなところの人がこの女学生だって。避難したとこだから、焼けてなかったってことね。振袖とかってすごい高価だけど、そんなこと構わず焼けてないって家にあったから、この子たちのために2人だけをね、ここでダメにしてるシーンを、これを描いた少年が見ちゃったわけよ。そして女の子が2人とも死んで、下では火が燃えてる。もう見ていられなくて、その少年は家に帰っちゃったら、それから20年か30年ぐらいまでずっとそのシーンが忘れられなくてしてた。そしたら NHK が募集したんだって、原子爆弾のね。福留美奈子ちゃんっていた。結局やっぱりね、印象に残る子だったんだと思うよ。頭が良くて綺麗可愛い子でね。福留美奈子ちゃんってどうしたんだろうなとかって思ってた。いつも思ってた。私他の人の名前の忘れてしまう。これはその男の人が、そうそう、これ名前がある人ね。松添博さん。この人が書いて。振袖の少女。絵描きだったんだろうね。その女の子の名前をずっと忘れられなかった。こういうことは関係なく、なんでだろう、私遊んだ記憶もない。ただ同じクラスだった。じゃあ世界一悲惨な学校だったとか。世界一ね。ここが爆心地に近くて、ほとんどの子が死んだからってことか。それで私もねここに寝てないけれども、私の知ってる
人が乗ってないから。八木清君っていう子、清君が尋ね人の時間にってラジオでいつもやってた夕方ね、清君のこといつも私耳からね抜けないのよって。そしたら清君が乗ってないからって言ったら、その人追加してた。じゃあその人もどうなってるかわからないんだよ。それはね、私しか知らないわけ。一家全滅だから。これに乗ってる子っていうのは親戚とか何かしらが知ってるからこうやって乗せられるってこと？そういうこと。じゃあ金子さんがその話をしとけば、清君はここに乗ってたってことか。そういうこと。それで乗せてくれたのね。どうして私が知ったかっていうと、日本全国の役所にポスターが貼ってあったはず。これくらい大きな。遺骨の引き取り手のない人、お心当たりの方はお知らせください。多摩市役所に行ったら貼ってあるわけ。30年くらい前に。と見たら、八木なんとか妹とお母さんの名前が出てた。でこの妹とお母さんの引き取り手がいないからっていうことなのね。清君のお母さんと妹だわって私は分かったわけ。八木って珍しいからね。もう一つ知ってるの、お父さんは軍属で戦争に行ったというのも知ってるの、うちの近所だから。そして戦死になってるってことも私は知ってるの。で八木清君も知ってるだろうし、家族が全部いないから誰も知らないわけ。で八木清君は尋ね人で毎日夕方ね、八木清君、私も耳にタコができるくらいに聞いてた。そういうアナウンスがあったの、 NHK で。戦後の何年間はね、このお母さんたちが遺骨がこうなってるのも、八木清君はどっかのお寺に遺骨預かってあるってことで、今このお母さんたちが引き取り手がないってことも私知ってる。お父さんが軍属に行ってそこで戦死なさったことってるの私一人よ。みんな死んでるんだから。それで私長崎市役所の手紙、市役所からすごく丁寧な手紙が、そこで型の2がおりました。それをまとめて分かってどうしようという人いないんだもん。だからね、知ってるのは私だけって思ったから。それこそ証言の人だね。そういうことだね。知ってる人が生き残ってるっていうことだけよ、とっかかりは。そうじゃなきゃその三柱っていうの、それはこの世にいなかったようなもんになっちゃうもんね。だから私が起こしているってことは、伝えられたっていう一つの型の2が降りた。だから清君が生きてたっていう証にもなるよね。そういうこと。金子さんがちゃんと知ってて、覚えてて、同じ年だ。うちの裏のに住んでたから、清君と美奈子ちゃんがしっかり覚えてた。だからこういうの見てると、私の知ってる友達なんか、あ、この子も亡くなったのね、この子もね、思う人いるのよ。私が疎開する時に送ってきた友達が2人ここにいるんだけど、その子たちにね、私はなぜかね、ごめんね、汽車に乗ってて、窓からその2人が、夏の暑いのに汗かきながら私を見送りに来たわけ。熊本行って疎開する時に、駅に送ってくれたんだ。挨拶もしてないで疎開してたんだから、もう汗だくだくになって、キョロ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 人がいっぱい探してるから「すみこちゃん、たけこちゃん」って私が窓から呼んだら2人が気づいてさ、私のとこ駆けつけてきて窓でね、その子たちに謝ったわけ。ごめんねって、私だけが逃げて、どうして私がごめんねって言ったかって、ちゃんと後であの子たち2人は死んじゃう。原爆狩りで会うってこと知らないもんね。だけど自分は逃げたっていう気持ちになってんの。それから数日後だもん、原爆が落ちたの。なんで私は浴びたんだろうって思うくらいよ。そういう運命がなんとなく私は。いらっしゃいみたいにして「さよなら」って言って、また新学期にねみたいな感じだったんだろうね。かもしれないし、のこちゃんだけ行ってって思ったかもしれないしね。全部の人生を背負ってる感じだね。そうかもしれない。役目が大きいな。そうなの。だから私はみんなの分まで生きてるっていうのは9歳の時から自分でしっかりとね自覚してます。だから良いお仕事をするとかね。この方不思議と今90何歳まで生きてらっしゃる。今もう怖いから私、美代子姉さんどうしてるって私お手紙書けないの。うちの家族のこと全部書いてあるのよ。浦川さんって言ってうちの裏のお姉さん、原爆にあった生きてる人、親御さんの遺骨は見つからない。竹子ちゃんのお姉さんなんだ。
そこから帰ってきた近所のお兄さんとこの人結婚した、旦那さんは和美さんっていうんだけど、兄弟がお父さんもお母さんも亡くなり、原爆で大きいお姉さんも亡くなり、克美姉さんは戦争から帰ってきて、その小さな妹や弟たちの面倒を見なきゃなんない。この克美兄さんがね気の毒でならなかった。その子たちのね、面倒もね、一緒に見てあげようと思って私の兄弟の名前が全部ここに書いてあるのよ。のっこちゃん、ちまこちゃん、みちよちゃんと大きな声で読んでみたい。やけどの痛みを、きゅうりの冷たさ、水分を体に塗りながら、壕の前や外であの時のお父さんがそのまんま思い出されますって、うちの父のこと。原爆の後、うちの父を見てんのよ。おじさん、おばさん、読んでもダメね。80歳過ぎても子供時代の思い出がそのままです。つみこちゃんっていう女の子は私帰ってから聞いたけど、うちの土地の境にその人のうちの田んぼがあったって、私が長崎に戻る直前までそこにすみこちゃんがお布団にくるまれて土の中にいたって聞いて、もうそれは見つけられなかったの？お墓にすぐ入れられなかったんですよ、家族が。で竹子ちゃんちょっと生きてたらしくて、うちの母が9月中旬に会いに行ったらしいの。そしたら「おばさん髪の毛が抜くっとよ」って言って、こういうふうにしたらごそっと髪の毛が抜けるのね。竹子ちゃんが見せてくれたって言ってた、このお姉さんの妹だけどね。数日後にお母さんが迎えに来たって言って死んでいった。死ぬ本当の直前ぐらいに、もう自分で分かった分かった。だから意識はしっかりしてんの、うちの姉が「お世話になりました、ありがとう、さようなら」が言えたんだ。この美代子姉さんは竹子ちゃんが迎えに来たって言って、9月の13日かなんかに竹子死にましたって言ってたもん。って言った竹子ちゃんはちょっとの間生きてて、1ヶ月ちょっと生きたんだね。自分の髪がこんなして抜けるんだって、おばさん抜けたよって言ってこうして見せたってうちの母が言ってた。9歳か10歳、9歳の時の8月の9日で、その10日か1週間ぐらい、夏休みになってからすぐだったから、8月を疎開しろって言ったわけよね。急に言い出し、うちのお父さん戦艦武蔵のスタッフだったの、大人になって兄から聞いたけど、父はそれは言わないわけで黙って自分の仕事をしてた。だから特攻隊で生き残って帰ってきた兄が、親父は戦艦武蔵ができた時に長崎で作って、瀬戸内海の方を通って、広島かどっかのね、造船所に長崎で作ったの、届けたんだ。父はだから無事にあっちに届くのを見届けるために汽車に乗って並行して行ったっていうとこまでは聞いて、それで父は私たちに会いに来て、おじいさんに挨拶に来たよ、よろしくお願いしますって、数日後に父は原爆で死んだ。だから何かを知ってたってことよ。そんなに危なそうなとこじゃなかったんでしょ、白い。うちは急に言い出したもん。だけどそこが危ないって分かってたのが、父は外国に行ってたから英語はペラペラだったみたい。だからどっかから情報が入ってたんだと思う。長崎急に落ちるっていうのが分かってた、うちの近所の人疎開した人いないもん、うちだけよ。私たち4人は80過ぎまで生きたのよ。今私が88でいる、この人たち80過ぎ、一番上の姉は100歳でその姉は北京から帰ってきても、ほら戦時中だから改めて仕事をするだなんだ必要もなかったから、もう行けって言ったけど自分は言われてない。姉はもうそれはちゃんと自分は軍隊の仕事をしてるんだから疎開できないってことは、女学生だから自覚してた、17歳でね。だから父と2人で残って、その日もじゃあ軍事産業に出かけたんだね、姉はね。そしたら私の目の前にもうボロボロになって姉が来た時、ここで原爆に遭っちゃって、一人でまともな道を通れないからね、家まで来る途中だと思う、橋本さんっていう人、うちのどうやら遠い親戚だったら、そのお兄さん街中のどっかの家を借りて父の会社の三菱にお仕事してた。そのお兄さんがこの家が大変だって、うちは原爆で家は壊れてないとこに住んで、同じ長さ。そしてこの人がうちをまず真っ先に、うちは大丈夫かと思ってきて、おそらくこの姉に出会って、だから姉は疎開できなかったのよね。軍隊の仕事を手伝ってた。そういう人は絶対いちゃいけないの。軍人みたいなもんだね。そういうことだから、戦死になってるよ、国から私お金をもらってる。父も戦死、軍艦武蔵を作る、爆弾が落ちて民間で死んだ人と、違う、姉は軍事工場で働いてた。姉も戦死の扱い、疎開も絶対しちゃいけないってことだ。父親が私たち
でも姉は2週間後に死んでるから。お姉さんは橋本さんとうんうん、電車に乗って、でもお姉さんも被爆してるから大変な体でしょ。もうここはね海洋、それで髪の毛にはね、私が一番最初姉と橋本さんに会っちゃった。一人で留守番してる。姉かどうか分かんなかったのよ。姉って分かった時に私道お姉ちゃんってこうしようって。そしたら橋本さんが私にお布団かなんか出してあげって言うから、私一人で押し入れから引っ張り出してさ、お布団作ってあげて、姉を橋本さんと一緒にあげて休ませてた。で母と女学生の姉が2人ともパラソルさして優雅に帰ってきてるところに、私は泣きながらね、道お姉ちゃんが今来てるのっていうこと、途中まで私母たちまで迎えに行こうと走っていった。こっちには私の小学校で陸軍病院のタイピストやってる姉を呼びに行ったわけ。その時の私はね、道おちゃん橋本さんをそこの家に置いて、おじいさんもおばあさんもたまたま畑に行ってたかどうかでいなかったから、私自己判断よ。もう泣きながらね、裸足よって姉に知らせに。そしたら姉がすぐね、軍隊の兵隊さんのお医者様が3人ぐらいもう急いでうちに駆けつけてくれ。そのお医者様3人はうちのかかりつけのお医者様になっちゃった。2週間続いたわね、姉が。その間戦争が負けたっていうことがあったでしょ。姉はまだ生きてるうちにね、原子爆弾が9日に落ちて、10日10、11ぐらいは原爆が落ちてうちが焼けたことは知らない。12か13日あたりにチリチリ燃えてね、ここに鉄くずがもういっぱい入ってるのを抱えてね、姉が来た時に初めてうちが燃えて、父はもういないのかどうかそこは分かんない。4人は仰天よ。お姉さんはまあそこで働いてて資格なんだ。そうだから鉄くずのね、多分何かが鉄くずは仕事の材料だったんだと思う。いっぱいここから缶詰を切るでしょ、ああいうのがここにいっぱい入ってる。それをさ取ってはカランカランって。うちの姉はね、お医者様が言ってた。あなた左手で水を飲んだでしょ。そしたら姉が「はい」って言ってた、指の跡がついてた。結局泉の水をさ、原爆の家に帰ってくる途中で水喉乾くじゃない、水のを好んで、そこに原爆のほら放射能の灰が落ちてたん、やっぱり降ったんじゃない、そうだよ、わからんもんな、それをそんなことこうね。してこうだったから指の跡がこうついてて、ここがおできみたいになってただれてるみたいでね。原爆の水だから。そう放射能の灰が上にふわっと浮いてるのをこうしたから、ここに放射能の灰がくっついてもう下げてたの。お姉さんは被爆して、歩いて自分の家まで帰ってたわけよね。そして私たちのとこ来たのも途中まで2つくらい動かない人、そこまで橋本さんっていう人、歩いて行ってんのよ。その体でまた歩いたんだね。それで死ぬ時はね、ああいう風にして死ねるんだって私思ったら、姉が「皆さんお世話になりました、ありがとうございました」ってお礼を言って「さようなら」って言ったの。17歳の姉がそう言って死んだの。もう本当に臨終の時に。そうちゃんと「さようなら」っていうの私も今でも残ってんの。そういう風にして死ねるのかなってしっかり意識があったってことよ。お世話になりました、ありがとうございました、さようならって言ったの。大人がいっぱいいるところの端っこの方に私9歳だったけどね、座ってじっと様子を見て、すごい綺麗な別れだった。私はそれから無口な子になっちゃった。それまでは割と快活な子だったのかな。多分わがままです、末っ子だからね。まあそうだよね、そんなの見ちゃったらね。もうそれで黙って、だから時には男の子が私の足の上に乗っかってここを捻挫したりね、誰にも訴えないでじっと我慢して、お姉さんのそれを見たら怖いものないって言っておかしいけど、そして父親がちょうどね休暇でお休みしてたって。造船所にいたら助かってたんだ。そして父はもうやけどして、この娘が帰ってくるかもしれないって父はずっと自分の家から姉がいつも通る道は分かってるから行って、八幡神社っていうところに階段があるわけ。そこを通ってどっか行くわけ私たち。父はここに座って道夫が帰ってくるからここにいれば会えると思って待ってたけど、会えたかどうかもそれ分からない。これこと切れたらしいっていうことよ。父はその後
後の行方はもう八幡神社でわからないのね、分かった誰かが見たんだ。分かってるの。この父をね、が亡くなったらしいのね。多分一人でも事切れたんだと思う。そこを父の同僚たちがどうしてるかって、私のうちにみんなが心配してきたんだ。そしたらね、偶然手紙が来たんだけどね、父の死体がね、もういろんな人たちのもう夏ハエが飛んできてウジ虫が湧いて大変だったってよ。すぐ腐っていくから、積み重ねられている途中からだかっていうのを焚き火をする直前かなんか同僚たちが気づいたんだ。いっぱいある中で顔がだって分かったんだ。分かったんだ。パリ出して自分たちが同僚たちが父だけを遺骨にしてくれたって、私たちの疎開先に手紙が来た。お預かりしてます。そういうことで長崎が大変なことになってるってことは私たち分かっちゃったわけよ。手紙が来る前にもうね、姉は来てて、桃を持ってきたってあれ書いてあったじゃん。そうよ、入れて、そこに桃が4個か5個まだ熟してないよ、8月の初旬だもん、だけどいつも家族で大事に食べてたわけ、毎年。本当の桃なの。桃太郎の桃だ、丸くってここのところがちょっととんがってんのね、でここら辺が赤いじゃない、だからあれはものすごいやっぱり強烈な記憶よ。だって私たちが行ったら数日経っておじいさんによろしくお願いしますって挨拶。お母さんの実家だし、戦争中だし何も手土産もないし、庭でなってた4つまだ熟してはいないけど、みんなはねそれをきっと喜ぶだろうと思って父は持ってきたんでしょうね。丼に入れて汽車に乗って持ってきてくれて、みんなで食べた。そうそう、お父さんも一緒に食べた、母がねすぐ剥いてくれ、そんなに甘くもないよって、まだね上の方がちょっと赤いだけよ、それでも父がねみんながいつも桃を喜んで食べてたなって、それがちょっと赤くなってるから父を持ってきたんでしょうね。父は私たちを助けてくれたのよ。あの姉は100歳まで生きたし、だけどそのお姉さんはその時にいなかったんでしょ。いないの。特攻隊の兄は突撃するって電報が来たから、あの兄のとこに会いに行って、で本当は両親で行くんだよね、誰も行けなかったんだ。母は私たちがいるから行けなかった。姉は12だから一人でもう行ったわ。もう兄ともそれでお別れだと思ってたわけよね、特攻隊だからね、妹と2人で、まあ根性の別れみたいなのをして、お父さんは亡くなるとは思わないよね、会えなかったのはすごい悲しいけど、その時はまた会えると思ってただろうし。そうかも。もう20歳の誕生日に戻って、戦争終わってすぐ帰ってこなかったの？すぐ帰ってきたわけよ。9月に帰ってきたんだ。じゃあ一緒にそこのバラックで、うちの兄は東京で大きな会社にずっと特行った。攻隊終わってすぐ就職しちゃったの？東京にもすぐ。長崎には帰ってこずに、あんまりいなかった。2番目の兄とその特攻隊の兄、この2人は行商して回ってたよ。お芋で飴を作って家の生活とか支える。上の兄はやっぱり戦争から帰ってきたんでしょ？中止派遣軍って言ったから多分中国の方よ、で帰ってきた時に長崎に帰ってくるじゃない、疎開してるって知らないから、帰ってきてみたら焼け野ヶ原で、自分の家がどこかも何にも分かんない、男だしおじいさんの家で何日も過ごすわけもいかないから、多分長崎に兄は戻ってすぐバラックを建て、じゃあ先にお姉さんにも先に、じゃあその特攻隊行ってた人は、姉としばらくはね、飴を作ったりなんかして行商してたんだけど、ちょっとねもう自分も東京に行くゆとりができてきたらしくって、東京に行って東京の会社にでもその自分で志願したの？自分で志願で何歳だったんだろう？特攻隊入ったのよ。それもね特攻隊員じゃなくてね、地図とか、飛行の航路ね、特攻するにはアメリカの飛行機がどこを飛んでるかとか、その距離は何メートルか、要するに彼は計算して特攻隊で突撃する人たちに知らせる、そういうので入ってるの。特攻隊で突っ込むではないっていうことを親には言ってたみたい。ところが最後にはもう突っ込まなきゃなんないような状況になるわけよ、もう戦争の末期は。だけど3回命拾いしてる。だからもう戦争は終わってすぐ帰ってきたのはやっぱり特攻隊に行って兄よ。3回って何？乗らなきゃいけなくなったっちゅう、それでね桜団って3機だけ作ったんだ、ベニヤ板で。
もう最後の方ってこと？はい。そしてその飛行機を立ち洗いっていう飛行場があるんだけど、あとその近くの工場があって、飛行機を作って桜団っていう飛行機が3台ベニヤでできてる。あ、もう特攻に行くって決まってるから、ベニヤでいいと思ってんだ。もう突っ込んで死ぬわけだ。それをね、引き取りに兄は行けって言われたから、それ引き取りに行って、その桜団という飛行機に乗って立ち洗いっていう飛行場に戻ってきて、僕はこれに乗って突撃するんだって、もう兄は自分でそうだ確実に思ったんだ。ただいま引き取って戻ってきましたって報告に行って、またその飛行機に乗って突撃するんだって思って行って戻って、タラップにふって足をかけたら、もう操縦してるね兵隊さんがいて、前村君は乗らないんだって中で言うんだ。もうちゃんとスタッフが乗ってた。君と何とかは乗らないんだって言われて、争ってたんでしょうね。で兄は後ずさりして戻ったら、その飛行機が出た途端10分か15分でもバーン飛んだわけでもなく、何かで飛行機がだからベニヤだからだよ。だから帰ってくるまでよく引き取りに来れたね。そのぐらいしか能力はなかったんじゃない？材料がないからよ。そんなもん作らなきゃね。だから日本の戦争はね、最後はそうだったのよ。最初からほら測量する方だったからね、突っ込むのが彼の役目じゃなかったからでしょうけど、もう最後にはそういうわけにいかないみたいよ。もうだから覚悟はしてたんだ。生きてるつもりもなかったと思ってたら、まだ20代だよね。そうよ、20歳の時よ、誕生日の日に帰ってきたんだ。9月2日。18歳か19歳であの人が志願して入って、だから兄は自発的に兵隊に入ったわけだから、彼は自分で突撃をする役割じゃなくて計算して計算だけだよって言ってたんだね。かもしれないね、親を安心させるために。よく見るよ YouTube で前村さんの、多分そう、NHK でもよく取材に、あとはそういうものをね書き残す人たちが、あんまり特攻隊の、言えば生き残りでしょ、そんな人はそんなにはいないから、取材とか結構あるよね。泊まり込みでね取材をされたって言ってた。だからよく講演会とかね、前来た時生きてらして、まだ生きてたと思う。うちの夫が8年前に亡くなった時、うちの兄はその2ヶ月前に亡くなってるから。そう同じぐらい、だから、生きてた。91か2で亡くなったから。長寿よね、70年分が、負けの人生だったらおかしいけど、みんなそうだね。みんなじゃないけど、お父さんとかはあれだったけど、本当にもう戦争でもう大変な思いをしてる家族よね。私はそれも9歳だから物知り顔に人に喋れないじゃないの。だから私今までここに来るまで誰にも、同僚たちいっぱいいるよ、後輩もいっぱいいるよ、そんな話をする暇もないわ。私は9歳でもだいたい想像つくと、もう長崎に残ってる私のお友達みんな死んだ。テレビがない、新聞もないから、ラジオから聞くだけ、大変なこと。それで夜私長崎の西の空私見たら赤いのね、お空が夜でも、それを見たんだけど兄弟たちには言わなかった。もう街中が燃えてた。燃えてるのを他の人は知らないんだ。知らない。赤いのとか空がね、赤かったってこと自分で知ってるけど、私は言わない、何にも言わない子だった。赤いっていうのはもうでも焼けてるなって思ったんで、街がもうずっと燃えたんだね。そうだ。それは原爆でまず家が燃えたわけよね。その後は原子爆弾の何キロの、もうみんな燃えちゃって、それを私見てるけど誰にも私言ってないのね。それで学校に行っても先生も聞いてくれない、触れないまんま一つの小学校を8月に転校していって12月にまたもう一つ学校変わった。じゃあ金子さんたちいられなくなったの？いられなくなった。だって9人いて、もう一軒ね大分県のお姉さんと弟がおじいさんのうち借りてたわけね、私たちが行く前から。その人を追い出すわけもいかないから、おじいさんは家建ててあげるからいなさいって言ってるのは私知ってたけど、義理がたい母だから自分はここの一人娘だけど、弟たち家族が9人帰ってきて住むところがないってことは、自分は出ていかなきゃいけないって4人ね。結局は父親の実家の方に行ったけど、父親の実家あるわけないわよ。もうおじいさんもおばあさんも家もないわけ、本家はね。おばがいたけど意地悪なおばでね。そこに行ったの？お家をそのおばが探してくれたんじゃないの。そこに私たち住んで、そこでも先生は何にも私に聞かない。それで兄2人が
長男が戦死したフィリピンかどっかでね、2番目の兄はっていう中止派遣軍って私住所覚えてたんだけど、そしてこれが特攻隊、自分の誕生日に帰ってちょうど20歳の結局この2人はもう自分の家を何とかしなきゃなんないから、行商したりなんかして、この2番目の兄は我が家が焼け跡大工さんに来てやっててわけにはいかないのよ。自分で建てなきゃいけない。だからこの一番上の姉が長崎に行って、その2番目の兄と2人で畳2枚の部屋を、コテもなければ何にもないノコギリ誰かに貸してもらったかなんかでもうね、もうとにかく。でもそこに12月に長崎に行って、寒い冬よ、3月くらいまでそこに兄弟バラックの家にね、みんなが建てた。一番私は楽しかった。お母さんと兄弟水いらずにここにバラックに住んでた。そしたら兄が菜の花畑がそこにうわーって大きい声で叫ぶから、ふっと見たら兄がそこにバターンって倒れて、菜の花の上に。それ以来兄は1年に1回か2回ぐらいそういう感じで倒れるんで、脳に損傷を受けてる。多分ね、鉄砲の弾か、あとはマラリアとか何かで脳を損傷して、それで熊本に脳外科のお医者様がね親戚にいて、そこに行ってやっぱり手術したりしたけど多分治ってないと思うけど、65、6で兄は死んだけど、彼が来て、私当てずっぽうに美奈子ちゃんっていう名前が忘れられないの。福留美奈子ちゃんね。私にわざわざ持ってきてくれたんだから、探したけどないって言ったら追加の欄にあった。美奈子ちゃんやっぱり死んだんだなって私は思ったわけよ。彼が「美奈子ちゃん本になってますよ」まで私そこで教えてくれた。その時は彼も持ってなく、すぐ私長崎に電話したの。そしたら「ありますよ」って言って送ってくれた。もうそれを見た時に絶句したの。美奈子ちゃん9歳で死んだ。私も9歳で父親に追い出されるようにして疎開した。ここで美奈子ちゃんと私の運命がはっきり違ったわけ。読んでるうちに美奈子ちゃんは3日か4日後に死んでんの。私は今まで生きてる。その後ね、75年7、8年経ってからきりと私の運命がね、美奈子ちゃんと同じ9歳で同じ長崎にいたけど、父親に追い出されて兄弟4人でおじいさんの家に行った。これで生きるか死ぬかの問題がはっきり分かれ、結局腕が怪我をしてきたから私は分かったわけ。長崎がまだ原子爆弾で知らないよ、落下傘爆弾とか言ってたから、その爆弾で長崎のうち周辺が浦上地区が燃えて亡くなった人が大勢いるってことを姉が傷ついて私たちのとこに来た時に、それを私は悟ったわけ。やけどしたりなんか人たちがさ、もう肌が焼けてベラーンと、これは袖のようになんか肌がむけて垂れ下がってこんなしながら歩いていくとかね、いややっぱりいけません、戦争は。そこまでの風景から一転して、だけどその自分がいたところが現実問題としてそうなってるけど、自分はそこを知らないで、くぬくって言うとおかしいけど、そこへ持ってきて修羅場をくぐり抜けたお姉さんがやってきて亡くなって、それでまたそこに戻っていくんだよね。それが8月の中で起きたことよ。だから私8月が来るたびにっていう気持ちもあるのよ。8月はもう私は笑えない月なの。だから私が小学校の頃でも8月になると広島の日だ長崎の日だっていうのがあって、みんな黙祷したりして、次は終戦記念日があってって、8月が日本人には染みついてたけど、最近はなくなってしまったけど、みんなが8月を背負って昔は生きてたよ。救助の会の人もいるのよ、話したりする。だからそういう程度の役割でもね、しないよりはいいって私思うから、やっぱりつくづく思う。生きてなきゃね、語れない。体験してないから、話だけで、あとを私は見て、骨がいっぱい道路にあるのをキャーって言いながら飛び越えてね、行ったり、入れ歯に金歯が落っこってるのを見て、それ拾ってね、親にあげたら、くず屋さんが買いに来てお金もらったりしてたけどさ、骸骨がドラム缶に入ったのを見て、あーとかね、そういう体験はあるけれども、それでね、生き残ってる人がやっぱり上級生だとか、一級下だとかいるけど、私の学校もなくな
なったから別の学校までずっと歩いて行ったけど、やっぱりね3年4年5年経つ間にね放射能の原爆症でねなるのよ。高校時代の友人だって、それでも私が原爆のこと長崎でうかうか喋れないのに全く会ってない人もいっぱいいるわけだからね、長崎だから。テレビはないから映画見に行った時、ニュースを見たら永田なんとかくんがこんなテレビに出てると思ってみるとお腹がぷっくり膨らんでさ腹膜炎みたいにね長井博士と同じよ。それでその男の子もこんなだったの、私はその子には原爆が落ちてから会っちゃいないけど、うちの近くだった彼に私は教科書を来年彼が6年生になるんならっていうわけで彼に教科書をそっくり人を介してだけどね、あげてた。それを見ながら入院してて彼はお勉強したのかもしれないけど、もうみんな死んじゃう。だから9歳以前の友達いないの。新聞記者が来て、その夢を見て、そうもう囚われてしまったのよ、原子爆弾の状況とか。それは9歳の時からずっとね。そう、その間喋らないから。その間もずっと心の中にずっと秘めて抑え込んでるだけだって誰も聞いてくれないし、自分から喋れない。何かのきっかけの時ちらりと言うことあっても、そんなにみんなそれを根掘り葉掘り聞くのもっていう遠慮もあっただろうし、だからみんな知らない人ばっかりよ、長崎に縁がある人も。だからああだったわねこうだって言えないじゃない、言わないでいたんだけど、これをかけるの精一杯で原爆見てないのよってある意味気が引けてるわけ。私がそういうことを話す資格はないと自分で思ってた。生きてる人じゃないと喋れないそうよ、じゃない。私も今そう思ったよ。資格がないって言ったって。それに気づいたのよ。大変な思いしてる人が喋った方が一番リアルでいいんだけど、みんなそういうわけにいかないってことに、生き残ってる人が状況を把握して話すしかないんだって私気づいたの。すみこちゃんもたけこちゃんもみなこちゃんも。じゃあ生かされてるって自分で思うようになったのよ。人がいないといけないっていうことは生かされてるって、原爆にあってよ生き残ってる人もいるよ。昨日の手紙くれたね美代子姉さんなんて100歳近くまでたけこちゃんのお姉さん幸いにして放射能浴びてないんだろうね、何にもそういうあれがなかったから私は生きているわけ。ただうちの母はやっぱ長崎に9月になって戻って父の遺骨を取りに行っててるし、皮膚がんっていうのがね60歳70歳ぐらいの時背中にだけどお医者様はもうお年ですから手術しなくてもいいでしょって、これで命取りにはならないと思うからって言われて、いつもここジクジクするから手当てを孫たちにしてもらってたみたい。それで88で母は死んだのね、だからそうやってね生き残る人もいるけれども、やっぱりね生きているから喋れる。それを考えたのよこの 2,3 年の間。だからねそういうチャンスがあったら聞いてくださいってこと。では書けばって言われるけど、私はもう字が書けないっていうこと喋れるのよだけど書けないのよってそして金子さんも変な言い方すると稀な人だから、その城山小学校1500人1400人100人が全員生きてるわけじゃないじゃん。私はその100人に入ってないと思うの。転校生だ。在校してないの。だって在籍してるの抜けて疎開したんだ。あ、そういうことなんだ。そういうことよ。あ、もうその時点で転校しちゃったんだ。そうよ。あ、じゃあ1500人の100人だと思ってたけど違うんだ。中には入ってない。八木清君は100人の中には入ってるわけです。1500人の1400人は亡くなったけど100人、そう100人の中1400人に入ってるのかな。私が言って初めて八木清君が死んだってことが分かった。そうかそう。追加してもらったのよ。尋ね人 NHK たびたび放送されていた城山一丁目の4年生八木清君、この子のことがしょっちゅうラジオで聞くの毎日、だけどその学校行ってる時は友達でも何でもないような。絵の上手な男の子だなって思う程度でね。だけど八木清君って言えば誰か早く引き取りに来てよと思ってたの。そうなのよ。でお兄さんがうちによく遊びに来てしたの、妹なの。名分出てないんですよ。この子が靴を脱いだらそれを持って下駄箱に入れてくれたりさ、私のお世話をしてくれる子だ。一番私の身近な子、この子も出てないのよ。同じクラスだったのよ。で陽子ちゃんが一
私の身近な子だったの。だけど、陽子ちゃんここにも出てない、出てない100のよ人にもなってないってこと。じゃあいまだに陽子ちゃんの存在はわからないんだわからね。ないと思うよ。もう今だに蒸発したまんまの人いっぱいいるさ。家族全部がいなくなった人。多分じゃあどっかにお骨になってんだね、そう陽子ちゃんもね。もう踏みつけられたりさ、なんかなってる人もいるよ。私学校行く時も歩いていくのに骨があるんだもん。だってお父さんだってよ、その積み重なった中で誰も会社の人が見つけなかったら、そのまんまでしょ。もうみんなの骨と一緒になって、確かにここにっていうそんないちいち名前を調べて燃やすわけいかないじゃない。だからいないから亡くなったっていうのはわかるけど、どうしたか行方知れずってことよね。だから小島陽子ちゃんと同じ運命だったかもしれない。そういうことよ。名前が分かっただけでもね、家族が残っていたからあの子も死にましたって言えるけど、家族がいなくなったら、さっき言った八木清君の妹とお母さんみたいなもんよ。日本全国のポスターに骨があるけど引き取り手がないっていうことになっちゃう。金子さんいなかったら八木清君ってこの世に生きてた9歳までの証が何にもないわけよね。ないのよ。だからいや変な言い方だけど、もう恩着せがましいかもしらんけど、まあ今更かもしらんけど、八木清君にとってはこの世の生存の証ができたってことよね。それと軍属で亡くなったお父さんは、原爆が落ちる前にもう亡くなったってことは知ってるわけ。だけどその後原爆が落ちたから清君も死に、お母さんも妹も死ぬ、お父さんは死んでる。どうする？これからはこうなのね。生きてるのはその人たちのために、そうなの。そうだね。知ってる限りはね、私はお話をする機会があったらね。でもいけないしね、絶対に。そうですね、義務があるね。私はそのために生かされてるってね、そうだよね。自分でね、なんとなくね、最近気づいたのよ。それは大事なお仕事だね。私はでもこれはね、一つのね、原爆の証拠だからね。これ私はこうやってね、ちゃんと住所も書いてあるんだね。市営住宅城山町1丁目とか。それも正確かどうかわかなんでんないよね。金子さんとこは何？ここのとこだね。秀君、家平君。私ももう名前はわかんないよ。いやよく覚えてるよ、そんなすみこちゃんとかたけこちゃんとか。近くの子だったから。いや私近くでも覚えて遊ないんでた子だからよ。遊んでても私泣き虫だら。から母がお買い物に行ったりしたら、母が行っちゃったって言って私はメソ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 泣いてるとこの2人が来て慰めてくれるんだ。それでただ私はね、車の窓からね、外をひょっと見たらたけこちゃんとすみこちゃんがキョロ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 して、多分私を探しに来たって分かったのね。たけこちゃんよく見つけたね、そんなすごい人なんでしょ。ね、もう駅はさ、もう人間がうちゃうちゃいて窓から私は。だからみんな疎開しようとしてたんだね。そういうこと。だって三菱っていうが長崎って三菱の会社がいっぱいあったの。三菱がね、盛んだと長崎は潤うと言っててね、今もあるよ。三菱造船所、三菱電機。本当にね、私実際に見てないからね。それで長崎に帰っても生き残ってる友達がいないから、聞けないじゃない。聞いてないの。そして大体私が中学に一緒になったり、高校に行ったりした人、原爆を知らない人ばっかり。なんで中学生が知らないの？違うところ？よそからもうそこ。人とか。まあそうだね、そこに住んでた人は死んでるんだもん。だけどほらちょっと離れたとこは原爆あってないんでしょ。その人たちだって知ってるでしょ。その近くなんだ。やっぱりそんな人から話聞いたこともない、私だからね。身近じゃなかったってこと？じゃあ同級生とかも中学高校生。喋りたくない。ああわかるわかる、それはわかるわ。人の話で、私は、あの人前にいつもね、土曜日かなんか ABCC ってあるんですよ。アメリカが原爆を落とした広島と長崎に ABCC っていうね、要するに原爆にあった人たちが、その後体がどういうなんかやってたっていう話、知ってる知ってる。言ってるのっていう人、上級生とか下級生にはちょっと原爆にあったけど生き残ってる人いたけど、同級生にはいないのよ。あの時どうしたっていうことももうね、とっても辛くて。まあそうだね、そういういい話じゃないからね。私も聞かれもし、兄弟でも話さない。こんなの私ね、自分でこうしたらできるか